あそこで、女の子が死んだんやよ。旅館の娘が、13歳で亡くなった。IMG、深夜の廃旅館、薄暗い廊下に差し込む月明かり、障子の向こうに滲む人影。2023年、10月、日本、大阪府の山間部に残る廃旅館での話だ。名前を、呼ばれた。低く、ゆっくりと、まるで、私の名前を昔から知っていたかのように、障子の向こう側から、息が、止まった。声を出すことも、立ち上がることも、できなかった。ただ視線だけが、あの影に、釘付けになっていた。輪郭は、はっきりしていた。頭があり、肩があり、人間の形をしていた。でも足元が、おかしかった。床についている様子が、なかった。宙に、浮いていた。もう一度、声がした。私の名前だった。今度は、少し近かった。IMG、障子に映る黒い人影のシルエット。手が障子に触れようとしている瞬間。その時私は悟った。この廃旅館は、ただの廃墟ではない。誰かが、ずっと、ここに留まっている。そして今夜、私が来るのを、待っていた。時刻は、午前2時を少し過ぎた頃だった。外はもう、虫の声すら、していなかった。なぜ私は、その夜、ここにいたのか、なぜ一人で、この廃旅館に踏み込んだのか、それを話すには、あの日の昼間まで、戻らなければならない。2017年の秋、大阪で、あの夜のことは、今でも鮮明に覚えている。午前2時を過ぎた。あの静寂。外では虫一匹、鳴いていなかった。私の名前を呼んだ。あの声。なぜ私は、そこにいたのか。話すには、あの日の昼まで、戻らなければならない。IMG、大阪の古い路地。秋の午後、薄曇りの空。2017年10月。私は大阪に一人でいた。旅行でも、仕事でもない。ある廃墟探索の記録を、個人的にまとめるためだった。当時の私は、廃墟巡りに取り憑かれていた。廃病院、廃学校、廃工場、そういった場所を、一人で記録し、ブログに上げていた。怖いとは思っていなかった。むしろ、静けさが好きだった。人の気配が消えた空間には、独特の空気がある。時間が止まったような、あの感覚が、好きだった。その日の午前中、私はネットで偶然、一枚の写真を見つけた。IMG、古い料亭旅館の外観写真、朽ちた木の看板、ツタに覆われた外壁、大阪郊外、山の手に近い場所にある、廃旅館の画像だった。昭和初期に建てられたとされる、木造の日本建築、かつては料亭旅館として営業していたらしく、大広間や複数の客室が残っていると書かれていた。廃業したのは1998年頃。それ以来、誰も手をつけていない。と、写真だけで何かを感じた。うまく言えない。ただ、見た瞬間に胃の奥が消えた。それでも私は行くことにした。その感覚を私はまだ警告だと思っていなかった。IMG、秋の大阪郊外、参道、落ち葉が積もる細い舗装路。現地に着いたのは午後3時頃だった。駅からバスで20分。そこから細い坂道を15分ほど歩いた。周囲に人家はなく、自動販売機の1台もない。聞こえるのは風の音だけだった。建物は想像よりずっと大きかった。IMG、廃旅館の正面玄関。割れた引き戸、苔むした石畳。2階建て、玄関の引き戸は半開きのまま固まっていた。苔が石畳を覆い、木の柱は黒ずんでいた。屋根の一部が崩れ、そこから秋の薄い光が斜めに差し込んでいた。中に入った瞬間、空気が変わった。外の風の音が完全に消えた。代わりに漂ってきたのは、
古い畳と湿った木材の匂い、そして何か、もう一つの何か、言葉では表せない。ただ、確かに感じた。この場所は空ではない。廊下を歩くたび、床板がきしんだ。突き当たりに障子が一枚立っていた。破れた紙の隙間から暗い部屋の奥が見えた。何もない。それなのに目が離せなかった。日が傾き始めた頃、私はある判断をした。今夜、ここに泊まろう。その選択が全ての始まりだった。夜が来れば、この場所の本当の顔を見られる。そう思っていた。見たくもないものを引き寄せていることに、まだ気づいていなかった。持参していた寝袋を広間の隅に敷き、スマホの懐中電灯を頼りに、内部を一通り確認した。客室が8部屋、大広間が1つ、そして奥に続く長い廊下。その廊下の一番奥の部屋だけが、なぜか気になった。他の部屋より空気が重かった。夜の11時を少し回った頃だった。広間の隅に敷いた寝袋の中で、私は眠れずにいた。天井を見上げながら、ただ、時間が過ぎるのを待っていた。最初に気づいたのは、匂いだった。線香ではなかった。もっと湿った、古い木が腐るような、重たい匂い。寝袋に入る前には、なかったはずだ。換気のために開けていた窓は、とっくに閉めていた。風もない。それでも、その匂いは、どこからともなく漂ってきた。私は一度、立ち上がった。スマホのライトで室内を一通り照らした。何もない。ただの古い板張りの床と、剥がれかけた壁紙と、埃の積もった柱だけがあった。気のせいだ、と思おうとした。次に感じたのは、温度だった。広間全体ではなく、部屋の左隅だけが、明らかに冷たかった。触れていないのに、肌がわかる。空気の温度が、そこだけ、数度は低い。エアコンなど、もちろんない。壊れた建物だ。私はライトを、その隅に向けた。何も、なかった。ただ、冷気だけがそこにあった。理由を探した。天井の隙間から外気が入っているのかもしれない。古い建物だから、断熱材なども劣化している。そう、自分に言い聞かせた。しかし、冷気は移動した。隅から、廊下の方へ、ゆっくりと、流れるように、私の背中が、泡立った。寝袋に戻り、目を閉じた。深呼吸を繰り返した。心拍が、耳の奥で響いていた。しばらくして、音がした。廊下の方から、規則正しい、かすかな音。何かが、床を踏む音、ではなかった。もっと静かな、空気が押しのけられるような、気配に近い何か。私は、動けなかった。目を開けることも、できなかった。ライトを向ければわかる。確認すれば、きっと何もない。頭ではそうわかっていても、体が拒絶していた。1分が1時間のように感じた。やがて、音は止んだ。冷気も薄れた。匂いもいつの間にか消えていた。私はゆっくりと目を開けた。広間には何もなかった。スマホのライトが照らすのは、ただの静かな廃墟だ。安堵しかけた。その瞬間、廊下の奥、一番奥の部屋の方向に、私はライトを向けた。そして、見た。IMG、障子の向こうに、人の形をした影が、はっきりと立っている。IMG、廃旅館の薄暗い廊下、障子越しに人影のシルエットが浮かぶ。見た。廊下の奥に、それは立っていた。人の形をしていた。頭があり、肩があり、腕があった。障子の向こうではなく、廊下そのものに、直接、立っていた。距離にして、10メートルほどか、スマホのライトが届くか届かないか、その境界線上に、私は、動けなかった。足が、
床に根を張ったように、指一本、動かせない。喉に言葉が詰まって、声にならない。ただ、目だけが、それを、見続けていた。呼吸を、忘れていた。気づいた時には、どれほど息を止めていたのかわからない。肺が燃えるように傷んで、ようやく私は、浅く、一つだけ、息を吸った。音を立てたくなかった。聞こえると思った。気づかれると、思った。それは、動かなかった。ただ、立っていた。人が疲れ果てて立ち尽くすような、そんな佇まいで、微動だにせず、ただそこにあった。私はライトの角度を、少しだけ変えた。見間違いであってほしかった。荷物の影でも、柱でも、何でもよかった。どうか、ただの廃墟の残骸であってくれ。と、ライトが、正面から当たった。影は、消えなかった。輪郭が、はっきりした。人の輪郭が、ぼんやりとしたもやの中に、それでも確かな形が、そこにあった。心臓が、痛かった。鼓動が速すぎて、耳の奥で脈打つ音が聞こえる。こめかみが、じんじんと、熱い。膝が、かすかに震えていた。10秒が、過ぎた。20秒が、過ぎた。それは、まだ、立っていた。私はゆっくりと後退しようとした。右足を、数センチだけ、引いた。その瞬間だった。それが、動いた。動いたのではない。傾いた。首が、わずかに、こちらへ向いた。まるで、私の動きに、気づいたかのように、全身の血が、冷えた。もう一歩、引こうとした足が、止まった。体が言うことを、聞かない。頭は逃げろと叫んでいるのに、足が、床から離れない。静寂が、張り詰めていた。そして、それは口を、開いた。IMG、障子の向こうに浮かぶ黒いシルエット。逆光。息が止まるような静寂。声が、聞こえた。低く、ゆっくりと、まるで、水の底から這い上がってくるような声が、私の名前を、呼んだ。錯覚だと思いたかった。耳鳴りだと、思い込もうとした。しかし体は、正直だった。全身の産毛が、一斉に逆立った。膝が、笑っている。喉が、石のように固まった。もう一度、聞こえた。同じ声で、同じ抑揚で、同じ。私の名前、どうして、知っている。私はこの廃旅館に、誰にも告げず来た。チェックインも、記録も、何もない。名乗ってもいない。なのに、あれは、私の名前を知っていた。障子の向こうのシルエットが、微動だにしない。ただ立っている。ただ、そこにいる。それだけなのに、なぜこれほど、怖いのか、わかった。動かないから、怖いのだ。人間ならば、何かする。逃げるか、叫ぶか、近づいてくるか。しかしあれは、何もしない。ただ、立って、名前を呼ぶだけだ。まるで、私が反応するのを、待っているかのように、私は、口を開こうとした。声が、出なかった。喉が震えているのはわかる。息も、している。しかし言葉が、唇の外へ出ていかない。体のすべてが、今この瞬間、静止を命じていた。シルエットが、傾いた。首ではない。今度は、体ごと、障子に顔が、近づいてくる。紙一枚を隔てた向こうで、あれの顔が、こちらへ向かってくる。目を閉じた。見てはいけない。と思った。理由はない。ただ本能が、叫んでいた。見るな。と、見てしまったら、もう戻れない。と、まぶたの裏が、真っ暗になった。沈黙。3秒か、30秒か、わからない。時間の感覚が、完全に溶けていた。そっと、目を開けた。シルエットは、まだそこにいた。動いていない。近づいてもいない。遠ざかってもいない。ただ、変わらず立っている。
しかし何かが違った。さっきとは何かが気づいた瞬間、吐き気がこみ上げた。あれの頭が障子に触れていた。髪がわずかにへこんでいる。押し付けるように額を当てている。まるでこちらの気配を嗅いでいるように。その夜、私が知ることになるのは、あれが扉を開けない理由ではなかった。開けられない理由でもなかった。あれは私が自分で開けるのを待っていた。IMG。自宅の薄暗い部屋。窓の外に人影のような形が見える夜景。大阪から帰ったのは翌朝のことだった。荷物をほどく気にもなれなかった。シャワーを浴びてベッドに倒れ込んだ。眠れると思っていた。眠れるはずだと自分に言い聞かせた。3日間眠れなかった。まぶたを閉じるたびにあの障子が浮かぶ。髪がへこんでいる。額を押し付けている。あの輪郭がこちらを嗅いでいる。疲れ果てた4日目の夜、ようやく意識が落ちた。午前2時17分、目が覚めた。理由はわからない。ただ、気づいたら天井を見ていた。部屋は暗く、静かだった。IMG。天井を見上げる主観視点。部屋の片隅に細長い影が落ちている。視線を動かした瞬間、息が止まった。部屋の隅、クローゼットと壁の間、30センチほどの隙間、そこに、細長い影が、立っていた。動かない。人の形をしている。頭があって、肩があって、ただ、そこに、立っている。電灯をつけた。何もなかった。ただの壁と、ただの隙間。自分の気のせいだと思いたかった。でも、床を見た瞬間、声が出なくなった。クローゼットの前の床に、細かい埃が積もっていた。その中に、足跡があった。裸足の人間の足跡が出入りした覚えはない。IMG。フローリングの床に残る薄い足跡のクローズアップ。1週間後、職場で同僚に呼ばれた。さっきからあなたの後ろに誰かいる気がして、彼女は笑いながら言った。冗談のつもりだったらしい。でも、私の顔を見て、笑うのをやめた。どうしたの？顔色、真っ白だよ。答えられなかった。その日の帰り道、駅のホームで電車を待っていると、左耳のすぐそばで、息の音がした。誰もいない。隣は、空いている。でも、確かに聞こえた。ゆっくりとした。鼻から吸う音。まるで、匂いを確かめるような。あの障子越しに、額を押し付けていた。あの夜と、同じ呼吸だった。IMG。混雑した駅のホーム。主人公の隣だけが不自然に空いている。私はその時、理解した。あれは、あの廃旅館に、いたのではない。私に、ついてきたのだ。あの夜から、ずっと、大阪から、ここまで、そして今も、私のすぐそばに、立っている。問題は、なぜ私なのか、だった。なぜ名前を知っていたのか。それを知るためには、あの廃旅館の正体そのものに向き合うしかなかった。IMG。古びた旅館の帳場。埃をかぶった台帳が開かれている。ろうそくの光が揺れ、古い文字が浮かび上がる。なぜ私なのか、その問いが頭から離れなかった。あの存在は、私の名前を知っていた廃旅館で初めて会ったはずなのに、それがどうしても引っかかった。帰宅してから3日後、私は動いた。あの料亭の正体を調べ始めた。大阪の図書館で古い地域史を引いた。昭和30年代の記録だった。ページをめくる手が止まった。その旅館の名前があった。梅の屋旅館。創業は明治42年。長らく地域に根付いた宿だったと書かれていた。しかし昭和38年、突然閉業した。理由は記されていなかった。
ただ一個、諸般の事情により、とだけ、諸般の事情、その言葉が、妙に重かった。私は次に、地域の頃を訪ねた。80代の女性で、子供の頃、その旅館のそばで育ったという方だった。最初は、話したがらなかった。しかし私が、あの場所で何かを見たと伝えた瞬間、彼女の表情が変わった。あそこで、女の子が死んだんやよ。静かな声だった。昭和37年の夏、旅館の娘が13歳で亡くなった。病死とされていたが、当時から近所では囁かれていたという。あの子は消されたと、旅館の経営が傾き、娘の縁組を無理やり進めようとした。娘は拒んだ。そして、ある夜を境に、姿を消した。翌年、旅館は閉まった。老女は、そこで言葉を切った。そして、私を見た。あなた、あの子に似てはる。体が、冷えた。似ている。顔ではない。彼女が言ったのは、雰囲気だった。一人で動いて、一人で抱えて、誰にも言わない。そういう人間に見える。と、あの存在は、私を選んだのではなかった。私の中に、自分を見たのだ。13歳で、声を封じられた少女が、80年近く、誰にも名前を呼んでもらえないまま、あの暗い廊下に立ち続けた少女が、私の名前を、自分の名前を呼ぶように、呼んでいた。その夜、私は初めて泣いた。恐怖ではなかった。何か、もっと深いところから来るものだった。ただ、それで終わりではなかった。知ってしまった今、私には、選択肢が残されていた。このまま、忘れるふりをするか、それとも、もう一度、あの場所へ行き、直接向き合うか。答えは、もう決まっていた。IMG、夜の廃旅館の外観、暗闇の中で、2階の窓に一つだけ、薄明かりが灯っている。IMG、廃旅館の薄暗い廊下、朝の光が障子の向こうから差し込んでいる。翌朝、私はあの場所へ戻った。2024年11月。大阪、夜が明けて、数時間しか経っていなかった。足は、重かった。でも、止まらなかった。廃旅館の玄関をくぐる。きしむ床、冷えた空気、昨夜と、何も変わっていない。ただ一つだけ違うことがあった。私には、もう逃げる気がなかった。廊下を進む、突き当たりの部屋、あの障子の前に立つ。昨夜、彼女が立っていた。その場所に、私は、静かに声をかけた。ここにいる？沈黙。風もない。音もない。ただ、息が白く見えるほど、冷たかった。その時、障子が、揺れた。内側から、ゆっくりと、風ではない、シルエットが、現れた。輪郭は、はっきりしていた。小柄な体、肩まで届く髪、昨夜と、全く同じ姿、動かない。ただ、そこに立っている。私も、動かなかった。向き合ったまま、数秒が過ぎた。いや、もっと長かったかもしれない。時間の感覚が、消えていた。そして、彼女が、口を開いた。私の名前を、呼んだ。一度だけ、昨夜とは違う声で、かすかに、震えていた。まるで、安堵しているように聞こえた。怖かった。それでも、私は動けなかった。怖さとは別の、何かに縫い留められていた。足が、一歩前へ進んだ。自分の意志ではない気がした。でも、止めなかった。障子に、手をかけた。聞いた。ゆっくりと、開いた。部屋の中は、暗かった。朝の光が一筋だけ、床を照らしていた。誰も、いない。でも、確かに感じた。まだ、ここにいる。視線が、ある。息が、ある。気配が、肌に触れるほど、近い。私は、そのまま立ち尽くした。声が、出なかった。涙も、出なかった。
ただ、胸の中に重いものが積もっていく感覚だけがあった。彼女はずっとここにいた。誰にも気づかれないまま、名前を呼ばれないまま、その夜も、その次の夜も、何年も、何十年も、私が来るのを待っていたのかもしれない。それとも、私が来てしまったから、もう離れられなくなったのか。答えはまだわからない。でも、あの部屋を出た時、一つだけ確かなことがあった。これは終わりではない。始まりだった。あの料亭旅館を出たのは夜明け前だった。空はまだ暗く、大阪の街は静まり返っていた。タクシーを拾うまでの数分間、私はずっと後ろを振り返り続けた。誰もいない。建物だけがそこに立っていた。IMG 廃旅館の外観。夜明け前の薄暗い空。あれから眠れない夜が続いている。布団に入っても目が冴える。暗闇の中で何かを待ってしまう。障子の向こうに誰かが立っていないか。息を潜めて耳を澄ませてしまう。これが毎晩だ。鏡も見られなくなった。洗面台の前に立つと手が止まる。自分の顔を映すのが怖い。鏡の中にもう一人誰かが映り込んでいるような気がして、合わせ鏡はもちろん触れることさえできない。IMG 薄暗い洗面台、曇った鏡。街の中でも変化は出た。細い路地を歩けなくなった。人の気配がない場所に近づくと足がすくむ。建物の隙間から漏れる暗がりを見ると、あの夜が蘇る。障子の向こうのあの輪郭、動かないまま、ただ立っていたあの影が。IMG 夜の路地、薄暗い建物の隙間。あの声も消えない。眠りかけた瞬間に聞こえる。低く、静かで、ゆっくりと私の名前を呼ぶ声。飛び起きると何もない。部屋は静寂で誰もいない。でも確かに聞いた。あの声をまた聞いた。友人に話したことがある。一度だけ気のせいだよと笑って言われた。それ以来誰にも話していない。話せない。あの夜を知らない人には何も伝わらないから。IMG 一人で座る人物。窓の外は暗い。大阪には近づけない。あの旅館の近くはもちろん、同じ区画の地図を見るだけで胸が詰まる。スマートフォンで地名が出てくるだけで閉じてしまう。終わった話ではないと体が知っている。あの夜、私は何かを持ち帰った。気配かもしれない。記憶かもしれない。それとももっと別の何かを。あの女性は今もそこにいるのだろうか。誰かの名前を呼び続けているのだろうか。次に呼ばれるのが私でないことをただ祈るしかない。でも本当に終わっているのかまだわからない。IMG 夜の窓、カーテン越しに見える外の闇。IMG 薄明かりの中、一人佇む人物の後ろ姿。遠くに古い旅館の輪郭が霞んでいる。あれからもう3年が経った。2022年の春、大阪のあの廃旅館を出た日から、私の日常は静かに、しかし確実に変わった。変わったのに、気づかないふりをしていた。夜中の2時になると、目が覚める。理由はわからない。ただ、目が覚める。暗い天井を見つめながら、あの障子の向こうの影を思い出す。動かない影。私の名前を知っていた影を。IMG 深夜、天井を見上げる人物。部屋の隅が暗く沈んでいる。スマートフォンで大阪と打ち込むだけで指が止まる。画面を閉じる。それだけでもう十分だ。体が覚えている。あの夜の空気を、湿った畳の匂いを、そして名前を呼ばれた瞬間のあの冷たさを。終わった話ではないと体が知っている。あの夜、
私は何かを持ち帰った。気配かもしれない。記憶かもしれない。それとも、もっと別の何かを。あの女性は、今もそこにいるのだろうか。誰かの名前を呼び続けているのだろうか。IMG、廃旅館の外観、朝もやの中、障子窓の一枚だけが白く光って見える。次に呼ばれるのが、私でないことを、ただ祈るしかない。でも、本当に終わっているのか、まだ、わからない。一つだけ、あなたに問いたい。あの夜、あの場所に、あなたがいたとしたら、障子の向こうに影が立ち、あなた自身の名前が、低く、ゆっくりと、呼ばれたとしたら、あなたは、どうしただろう。扉を、開けただろうか。IMG、障子に映る人影のシルエット、静止したまま、何も動かない。私には、できなかった。夜明けまで、息を殺して、ただ祈った。それが正解だったのか、今も知らない。もしかしたら、開けていれば、何かが終わっていたのかもしれない。もしかしたら、私が、終わっていたのかもしれない。どちらが正しいのか、誰にも、聞けないまま、今夜も、夜中の虹が来る。